ラジオネームあやねるねるね大チューチューさんから、シャーロット原画展行ってきました。オープニングの顔をパッてやるあゆみの原画が可愛かったです。あゆみのオムライスのサンプルも可愛かったですね。他にもキャラクターの原画や作中の原画などもあり、行ってよかったです。僕は8月22日の土曜日に行ったのですが、間違えてカメラのシャッターを押してしまった時に、なんと桜あやねさんらしき人物が映り込んでいました。あれは本人だったのでしょうか。10時半になりました。テレビアニメシャーロット戸森直役の桜あやねです。私8月22日にシャーロットの原画展行ってきたんですよバレてら私ね、誰にも声かけられなかったからね、さすが私みたいな、やっぱ戸森の特殊能力持ってるだけあるわみたいな、あれ一人にしか聞かないはずなんだけど、いやー、やっぱり戸森直演じてるだけあるわと思っていたわけですよ。バレてたんだねということで行ってきました、東京アニメセンターでね。普通に一般のお客さんに混じってバシャバシャ写真を撮りまくってね、ミニファンブックを買い、クリアファイルセットを買いで、もうすごかったよ。自分のさツイッター企画のやつとかも撮っちゃったもんね家にデータであるっつうのにあるっつうのにさ、いやですごかったですよ本当に。皆さん見に行かれたでしょうか。よろしければまだの方はお暇な時にでも行ってみてくださると楽しいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、しかもね、ちょっともう一個言っていい？シャーロットの原画展の帰り道にね、街でモチョさんに会ったの。すごくない？で、あれ絶対あれモチョさんだわと思って、で秋葉原の帰りでたまたまね、電車で隣に座ってる人がね、ずっと大きい iPad でね、たまたま目についたのがトライセイルって書いてある画像をね、ずっと見てたのよ。だからトライセイルのファンなんだな、もちょさん元気かなって思ってたら、バッてもちょさんに会ってブワーってなってでもちょさんの手を引っ張り遠ざけ2人で逃避行ですよそうで、そこでね、シャーロットの原画展で買ったクリアファイルを、これのね、あゆみのクリアファイルをその場でもちょさんにあげて、そうお家に返しましたけど、そうなんです、そんなことがありました。やっぱ運命なんだなこれ。やっぱこれ運命だわ。やっぱうちのもちょさんだわっていうメールを内山聖輝に送りましたそしたら嘘でしょって来たガチでへこんでんじゃないよ。ということで、じゃあそろそろ始めていきますか。シャーロットラジオ戸森直の生徒会活動日誌。この番組はシャーロットプロジェクトの提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは、シャーロット戸森直役の桜えねです。ということで、オープニングは特別バージョンブレイブリーユーでお送りいたしましたけれども、なんとあさって発売になっておりますよ。なんかね、さっきねサンプルを見せていただいたわけですけど、ぜひ歌詞カード注目でございます。ということで、では早速ですが今日のゲストさん紹介しましょう。この方です皆さんこんばんは。高城ジョージル役の水島貴弘です。大中さん、もしかしてカムタンクでいらっしゃいました？カムタンクに乗ってやってまいりましたちょっと何この SE やめてくださいよ。ということで、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はね、先週の放送を聞き逃してしまった方はちょっと分かんないかもしれないんですけど、はい、先週噛み倒すというですねそうなんですよ。あれじゃない、浦西の方です。そうでしたね、浦西の方で触れたんですけど、声優には噛むタンクがあると。そうそのタンクが溜まると噛むと、
でまあ空っぽだとそこまで噛まないと、そうだね。だんだん溜まっていくと。うん。今だいぶ充填されてますよ。充填されてるっていうことは噛むということでよろしいですか？そうですね。今日脳が疲労してるね。そうですね、これ何やってきたか言いたいけど、シャーロット関連ですんごいひどい集中を受けてきたんですよ、私たち。そうなんです。はい、ちょっと今後もしね、お話できる機会が来たら、この大中さんの疲労感をね、はい、いつしかお話ししたいと思いますけれども。そうですね。ちょっと俺元気ないな、俺。なんか疲れて登場いかんな。自覚されました？そうですね。タンクに乗ってきたからいけないんだな。やはりいつものようにね。タンク降りて。そう、瞬間移動で来てないから。瞬間移動ないんすか？瞬間移動ある？やはりこの登場でしょう。いいじゃないですか。やっぱこれでね、うん。エンジンかかったよ。元気出ました？出たよ。よし、じゃあ、ちょっと、大中さん大中さん大中さん死なないでわかりました。じゃあちょっと、一回クールダウンしてもらう意味も含め、実は今日、公式ツイッターの方で宣伝されていたかと思うんですけれども、はい。アニメイト全店で明日から流れる、ともり会長のナレーションが、ちょっと届いているそうなんですよ。そちらを少しだけちょっと聞いてみたいと思いますよ。どうぞ。皆さんこんにちは。星の海学園生徒会長のともりなおです。思春期にのみ発生する特殊な能力を持った人たちを保護するために日々活動してます。どうやら今日も新たな能力者が見つかったようですね。能力は聞き分けで、場所はアニメイトですか？ということで、はい、お聞きいただきましたけれども、こちら8月25日火曜日から9月13日日曜日までアニメイト全店で流れているそうですので、続きが気になった方はぜひアニメイトに行ってもらえればと思うんですけど。ですね。いろんなパターンがね。そうなんですよ。これね、第1項ちょっとひどくて、聞き分けの能力を持っている人たちが集まるとっていう風になってたじゃないですか。これね、第1項だとね、声部隊一軍の方とかっていう書き方をされてて、私ね、調べたの。最初それが来た時に、声豚ってなんだろうと思って、調べたらなんかものすごいアンダーグラウンドな記事ばっかり出てきてさ。そうだね。あんまりこう、オフィシャル側が使っていい。そうなんですよ。いや、そりゃね、修正されるわと思ったんですけど、ともりに言わせんな、そんなことと思って。逆にともりは言いそうですけど。ともりが言いそうだっていうところで言葉のチョイスをしたんだろうけど。なんでしょうね。でもさすがにちょっとこれはどうだろう。しかもアニメートで流れるんでしょっていうね。そうなんですよね。みたいです。アニメートにいるお客さんを声豚どもって言ってる本当ですよ。ような感じになっちゃう。お客様をね。まあ別に。ダメだよ、これ。はい、ではここからは改めまして、シャーロットの最新話について、ともり会長がカメラにまとめた記録再生していきましょう。まずこれです。さて、今日も記録していきますか。音坂優がようやく学校に戻ってきました。復帰祝いにと黒羽さんが大丈夫のおまじないをしていましたが、高城やクラスの男子たちがハッピーを着るほど興奮するとは。引くな。ハーローハローのニューシングルの PV も見させてもらいましたが、出来は80点といったところでしょうか。ただ私はハーローハローのファンではないですし、商売としては100点満点かと。ま、私が好きなジエンドの音楽はそれに対して100万点ですけどね。そんなジエンドのライブチケットが2枚取れたので、誰か誘おうと思ったんですが、ポストロックのことも知らない高城は論外。黒羽さんも興味がない様子。さらに BPM260 の超高速ツーバスが大好きなミサさんとは音楽の趣味が合わない。ということで、消去法ではありますが、音坂優とライブに行くことにしました。はい、ということで一つ目の記録でした。久々にね、学校に戻ってきた優に対してみんな優しくお出迎えをするんですけど、アバンのシーンとかはね、やっぱりちょっとまだね、胸にいやー、もうちょっとさ、あゆみちゃんのね、まあ家というかこう思い出写真的にこう机に置いてあるのがね、いやー、あまりにも無邪気すぎるでしょ。そうなんですよ。なんかこのアバンの収録の時に、じゃあ行ってくるなあゆみっていうのだけのために、一旦そこでカットをするわけじゃないですか。 その時のアフレコ現場のこうおつや感がすごい、なんかね、いつも大体一回カットかかるとフーっていうのがあるんだけど、ないんだよね。そうでこう息がみんな息がって詰まる感じがね、するわけですけど、さあゆさりんのおまじないシリーズ、はい、1ですよ。大丈夫のおまじない。はい。いやー、あの画面気持ち悪かったな。いいですね、西森一族ハッピー。
なんですよ。あれ、西森一族ハッピーはね、私、あれ、原画展に行ってきた時に買ってきたミニファンブックがあるんですけど、ミニファンブック見てたらね、高城のキャラ設定資料に、すでに組み込まれていると。そうなんですよ。そうなんですよね。これは随分ね、最初の頃からも設定であったんだね。いや、びっくりしましたよ。で、なんかちょっと気になるんですけど、ハッピの模様が、パレスみたいになってて、それがね、ちょっとエンジェルビーツっぽい。よくそこなって思いました。着目したね。いやー、そうですよ。なんかそんなちょっと関連性をね、見つけ出したりとかしてね、気になる人は見てみてください。はい。そしてもうよく動く高城。そうだね。はい。高城はもうなんだろうね、瞬間移動以外にもあんだけ能力があるんじゃないかっていう、やっぱり鍛えてる分キレが違いますよね。そうなんですよ。あれ多分昇竜拳 1m50 ぐらい飛んねえんじゃないかな。そうって言ってましたね、だいぶね。そうでも高城のね、牛タンカレーをわざわざこう買いに行く気遣い、そうですね。優しいですね。優しいですよ。でもね、血を拭かないっていうね、そう出血してんのに拭かないまま食べてるから。割と自分のことはどうでもいいんですね。だいぶカレーにかかってんじゃないか。でもね、私高城の何も言わない感じも少し白柳さんとの対比っぽくてよかったです。押し付けない。出たこのアヤネルの白柳さんディス。この話やめましょうかね。嫌いじゃないよ。嫌いじゃないけど、だいぶ言ってたけど、まあ僕もね、そう思うところはありますけど。そうですよ。そこで嫌いに出すとは思わなかったけどね。はい、そして、そうですよ。そんなことより、ハロハロの新曲、発熱デイズも流れたんじゃないですか。そうですよ。PV のゆさりん可愛かったですね。可愛いですね。もう、ワンコが可愛くて。ワンコっていうか、そのね、防波堤に座ってるとこの、ゆさりんと同じ大きさのワンコ。あれね、台本にもずっと犬っていう書かれ方をしてたんですけど、原画展行ったらね、シェパードって書いてありました。シェパード？あれシェパードなんですって。だから警察犬によくいる種類。あれね、シェパードって結構ね、何々シェパードっていうのがあって、あれね、後継じゃん、シェパードじゃないもしかして。こっちじゃん？そう、あのシェパードはシェパード。普通のシェパード。はい。そのシェパードの話してる。どのシェパード？いや、防波堤のワンワンは、はい。シェパードじゃないの？防波堤？防波堤？カブタンク来た。うわー、痛いよ。ではもういいよ、続いての記録見ましょう。一回落ち着こう。これです。音坂優から電話を受けました。彼からの連絡なんて初めてだったので少し驚いてしまいました。ジエンドのボーカルサラさんと一緒にいるんだと言われましても、私はジエンドの歌や演奏が好きで CD を聴いたりライブを見たいというだけで、会えるとしてもわざわざ会わないというのに。後から聞いたら彼は学校の帰りにサラさんに会い、モダン焼きのお店に連れて行ったんだとか。どういう経緯なんでしょうかね。しかしまさか音坂優からサラさんを兄に会わせたいと言われるとは。この出会いによって兄が正気に戻るとは到底思えませんが、可能性としてはゼロではありませんし、彼に任せることにしました。さあ、ジエンドのボーカルサラさん初登場というところで、盲目のボーカリストで声は沢城みゆきさんが担当されていますけれども、ユウがサラを連れて行ったお好み屋さんの店員さんは皆さんご存知杉田智和さん。いや、このね、アフレコでもね、一悶着あったんですよ。二悶着ぐらいなかった？二悶着ありましたね。いや、三悶着ぐらいありましたね。まず最初にこうテスト本番というような順番でアフレコっていうのは進むんですけど、テストの段階で杉田さんが持ってこられたのがなんかもうちょっとまともな人だったんですよね。そう、最初はね普通だったのよ。普通のちょっとチャラいバンドマンみたいな。そうそう、無印はね。そうなんですよ、無印は。そうで、そこから音響監督飯田さん、そしてスタッフさんの指示により、なぜかもう少し杉田さんを前面に押し出した形でっていうディレクションがされて、みんなちょっと何言ってるか分かんないみたいな空気になったんですよ。みんな何言ってるか分かんなかったんだけど、まあね、杉田君は何かを感じ取ったというか、
いけないスイッチが入ったかもしれないっていう。そうなんですよ。杉田さんのあの時のね視線の鋭さが今でも忘れられないんですけど、そうそう杉印が入ったああなるほどみたいな、そうだね、そういう感じがありでさ、いざ本番ってなった時に杉田さん何を言ってるかわからない人っていうのを持ってきたんです8割ぐらい分かんなかった。そうだからいらっしゃいませとかも最初はいらっしゃいませって言ってたのがシャッサーみたいなそういう風な形のやつを本番で持ってきたんですよね。でなんかやっぱりお芝居的にもまあサラのファンだっていうからあれなんだけど、うんあらじゃあだろ僕らからじゃあですかもう目指すよっしゃ頑張りますみたいなそれまず返せないじゃんってそうなんて言ってるか分かんないんだそうからっていう。でそこからだから台本だとそもそも普通に「はいよ」って書いてあるんですよ。そうそれが杉田さんのスパイスが加わったことによって「はいよ」ふわよんみたいな、になりで本番を終えて、うんリテイクの番になった時に杉田さんと、何言ってるか分からないのでもう少し真人間に戻してくださいっていう風なディレクションが飛んでうまい具合に絶妙なバランスでそうそうはいでちなみにではこちらお召し上がりくださいっていう竜也の最後のセリフなんですけど、あこれ普通に最後のセリフじゃないかそう出す時のセリフなんですけど普通にお召し上がりくださいで終わってるはずなんですけど、まあ皆さんオンエア見ていただいたら分かる通りお召し上がりくださいなんかついてる。そうなんですよ本当にシャーロットのキャスト陣は笑い上手が多いんです。そう特に内山聖輝が超笑い上手なんですよねだからまずい笑うって言ってもうずっと隣でピクピクしてて、で私も笑い上手なんでだよね。そうなんです、すぐ笑っちゃうから、みんなノイズを立てまいともう必死でしたそうだったそうでしたよね、まあ確かに店員はね本当にちょっとしか出番がないから、まあそうなんですよなんか爪痕残そう感があったのか、まあそもそもディレクションで杉田さんでどうぞって言ってんだからああなるよなって思ってたけど、まあ薄すぎた印でねそうですねぐらいでちょうどいいっていうねはい絶妙なバランスでねはい完成したキャラクターでしたけれども、はい、さあ話を戻すとトモリの兄にサラを会わせたいと優が提案して、でもやっぱり前回トモリに救ってもらったお礼がしたいとどこかでね思っていたという表れだったんでしょうかね。病院に向かう途中サラさんはモダン焼きだけでなくコロッケそばにも感動していましたけど、そうだよアメージングが過ぎるぜなかなか独特な言い回しですよね。そうなんですよ。トゥギャザーしようぜですよルー語ですね完全にはいその後にだから優がなんだやぶから棒にって言った時にボワッスティック狙ってるよな狙ってるよと思いましたけどねサラさんお茶目な面も見えました、はい、じゃあ最後の記録見てみましょうか。病院の看護師さんから連絡があり話を聞きました。いつものように鎮静剤が切れて作曲をしている兄にサラさんが歌ったところ反応があったそうです。駆けつけた私のことにも気づいてくれました。そんな兄を見るのは久々でした。小戸坂優の判断は素晴らしかった。先ほど彼にお礼の電話をしました。本当に感謝しています。明日はジエンドのライブです。楽しみっすね。今日はこれで記録を終わります。何よいい BGM じゃないですかいい話来ちゃったよ。ディレクターのアドリブやるしかもちゃんと終わりに最後ズーンっていうのでそうですよきちんと終わってるように編集してるよ。腕だわあるな。生放送慣れてる。すごいドヤ顔だよ。本当ですね。なぜか胸元をずっと掴んでなんかさせみたいな。ネクタイなんかしてねえだろうがってパーカーだろうバカだろうがよってはいサラさんが奇跡を起こしました。はいトモリの兄和樹がトモリのことに気がつくレベルになるとは。ねえそうなんです。そうですよ。なんかゆうくんがはい本当になんか人の痛みを知ったというか、うんうん人の心が分かるようになったというか劇的だよね。そうなんですよね。だってさ泣いたんだぜ。びっくりですよね。ねえあんなただのねクズゲス野郎が。そうですよ。そうですよ。だからなんか初めてね、人のために
何かをしたいと思ったと。そうだね。うん、なんかもうともりに対するこう恩返し感というか、そういうのはすごくあるよね。でも多分当のともりは大して何もしてあげた覚えがないから、ちょっと何言ってんだろうこいつみたいなところから始まり、でちなみにサラさんのあそこの病室でのアカペラのシーンは歌声はマリナさんがご担当されていらっしゃるんですけれども、アフレコ現場に実際にいらっしゃって絵に合わせて実は歌声の収録をされたと、知らなかったよ。私たちも知りません。なんか私たちがアフレコをやる前に開始前にちょっとだけいらっしゃって録音されてたんですってね。だからまあそれがあったからかもしれないけど、アフレコの時にはそんな話も、なんかこんな撮ったの聞かせてくれるもなく普通に終わっちゃったから、オンエア見てうわめっちゃいい声と思って、でも CD 音源にしては息継ぎとかが生々しいなって思ってたんです。ちょっとすごいなんかシーンに合いすぎてるというかね、そういう感じがしたからと思ったら、まさかのアフレコ現場に。すごいよね。いややっぱりプロの方ってすごいなと。本当でも初めてなんかそういう風にいわゆるアフレコスタジオで、なんかこう、レコーディングっていうかその録音をされたらしいよね。マリナさんが、そうみたいですね。だからいやすごかったです。だからそのサラさんのお芝居の方とサラさんの歌声の方の見事なコラボレーションで、やっぱりさ、いわゆる別の人がやってるんだけど、そう思わせずにセリフの終わりと歌の始めがすごいあれ、一瞬勘違いしてもいいくらいにふわって入ってくるから、何の違和感もなく心に染み渡る本当に素敵なシーンに仕上がってましたね。いいね。いや素敵でした。ああいうシーンには絶対俺絡めないからね。まあ基本的にはもうあれはサラさんにだけ出せる、そうですよ、あそこに合わせられる優がね羨ましいですけどね。そうですね。最後に優にお礼の電話をするともり、感極まっていることが伺えるというところでしたけれどもね。でもここさ、ディレクションされる受けるときに、いや最初はさもっとなんかすごい感動的な感じだったけど、あんまりそうなんか分かるか分かんないかぐらいみたいなことを言ってたけど、そうなんですよ。流れで聞いてるとなんか分かっちゃうよね、それはね。でもね実は 2,3 パターン撮ったんですよねこのシーンって。で一番最初にやったのがもっと私多分やりすぎてるやつ、そうだよ。自分の最初ね一番気持ちのこもってる感じでやった時にね、ものをテストで出して、そしたらまず、何も感じてないフラットなともりをくださいって言われて、本番にそれをやったらテストと本番の間のテイクが欲しいですと、割とねそういうディレクションって来るんですよ。テストと本番の間のニュアンスが欲しいですとあるね、そうアフレコあるあるですけれども、っていうディレクションが飛んで、それこそ前半の杉田さんと同じようなことですけど、そうだね、間の絶妙なバランスそこに例えちゃうと急にあれが蘇っちゃうからさ。そうですね、俳優がね、そうだ、同じです、でもそこでやっぱ絶妙さで電話越しっていうのがそうなんですよね。すごくねニュアンスってなんかこう伝わりづらいようで、でもすっごい伝わった。表情が見えないんですよね、後ろを向いていて、そうでもいい、ありがとうございます。よかったですよ。いやさあ先ほどのニコ生の8話上映会のラストには第9話ここにない世界の予告動画も流れました。あれは何のアニメなんだ。いやもう分かんないけどなんなのっていう、見てる方絶対分かんないよね。あと知らない人がたくさん出てきてました。出てた。あの金髪の人誰みたいなねえ、あのオレンジの人誰、あのなんか黒い髪の人誰みたいな。そうなんだよ。何が始まるんだろうっていう。そうなんです。なんか前置きがないよね。あれ普通になんかじゃあ来週はジエンドのライブの日ですって感じになるんじゃねえのって思ったら、知らない声も聞こえてきますしね。そうだよ。あとあゆみらしき人物もいましたしね。これなんだろうね、説明のしようがないよね。何が起こっているのかと、そして最後の最後予告のラストカットではちょっとキービジュアル、不穏な方のキービジュアルで見たことがあるかのような廊下っていうか通路がね見えてましたけれども、やっとあそこにたどり着くのか何なのか、ぜひ次回お楽しみにですね。じゃあ番組に届いたメールの方もご紹介していきます。しろはさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、初投稿です。ありがとうございます。シャーロット8は1週間すごく待ち遠しかったです。ゆうは少し丸くなり、ともりあには少し正気に戻り、なおは少し出れましたね。放送された日、近所でお祭りがあったので、自分もゆうと同じように晩ご飯は広島焼きを食べました。次回は9話ここにない世界。タイトルからいくとシャーロット全体が大きく動きそうですが、ユウの謎の記憶の詳細が明らかになるんでしょうか。これからの展開も楽しみです。はい、
そうなんですよ。本当にまさにここからだよね、きっと。多分ガラリと何よりもわからないでしょうね、予告が想像つかないというか、そうなんだよね、感じがしましたけれども。でもなんかわけのわかんないところにいるけど、みんななんかね、あゆみちゃんもちょっと笑顔というか、なんかそうなんですよ、日常感が出てるから出てましたよね。ね、決してなんか全てにおいて不穏な空気が流れているわけではないと。そうなんです。あと何かしらのこう検査を受けていたりとか、何なんでしょうね一体。なんか検査っていうとね、そのお兄さんのね話もあったから、あれってそうなん思うですよ。けど、はい、まだ話せないな。はあ、次回お楽しみに、はい、ということで本日以上です。ありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております。ではここで1曲、8話で生徒会のみんなで見てた曲です。ハウローハローで発熱デイズ。お聴きいただいたのはハウローハローで発熱デイズでした。シャーロットラジオ、小森直の生徒会活動日誌。生徒会からのお知らせ。高位星の実学園生徒会からのお知らせです。まずは放送情報。シャーロットは東京 MX、BS11 他にて毎週土曜日24時から放送中。またニコニコ生放送などで配信もしております。詳しい放送日時、配信情報はアニメ公式ホームページをご覧ください。続いて CD 販売情報です。シャーロットオープニング曲ブレイブリーユーとエンディング曲焼け落ちない翼が両方収録された CD がいよいよあさって8月26日に発売します。もちろん予約してくれましたよね。限定版にはノンクレジットのオープニングエンディング映像収録の DVD がついてきますよ。さらに来週再来週はハウローハロージエンドの CD が続々とリリース。こちらもぜひご予約ください。発売日や収録楽曲など詳しくはアニメ公式サイトの CD 特設ページをご覧ください。毎週火曜日に視聴 PV も公開されておりますので、そちらもぜひチェックしてくださいね。お次は先ほどのねトークにもありましたけど、原画展の情報です。シャーロット原画展が8月30日まで秋葉原の東京アニメセンターにて開催中です。ここでしか見られない原画や設定画の展示、ミニファンブック、原画手ぬぐいなどの物販も行っています。詳しくは PA ワークスもしくは東京アニメセンターのホームページをチェックしてくださいね。今日はその原画展で売っているグッズをご用意していただきました。さっきもちょっとねクリアファイル話になりました。クリアファイル、今ねキャスト時に配り回ってるところです。そう、僕もいただきました。そうなんです。高城をミニファンブックもね、はい、これね原画のね書き下ろしのねイラストがめちゃくちゃ素晴らしいんですよ。そういいんだよね。すごいですよ。ほら俺それ大好き、その天体望遠鏡のページ。あと私割と甘神好きです。それね、甘神とはですよなんだろう、ちょっとなんて言ったらいいんですか、こういう男子同士のうんぬんが好きな人はぜひ。いいですね。はい、いあとろんなお尻見えかけぐらいのスカートの、お尻の入り口が見えてる。そう言っちゃう。その言葉違う。その言葉違う。すいません。それ打ち合わせの時に僕はちょっと言っただけなんです。さくらさんが思いついて言ったわけじゃないですからね。あくまでも一応ちょっとね、やばいんでね、ちょっと何かが守られた。はい。続いてアニメイト池袋本店にて行われる振り返り上映会のお知らせです。カブターク来ちゃった。帰れアニメイト池袋本店にてシャーロット振り返り上映会の開催が決定しました。第1回が9月5日土曜日、上映話数は1話から6話まで。第2回が10月4日日曜日、上映話数は7話から最終話まで。来場者ドーン。来場者特典としてブロマイドがランダムでもらえたり、当日アニメイト池袋本店でシャーロットブルーレイ&DVD各巻をご予約ご購入いただいた方に先着でシャーロット告知ポスターのプレゼントも行います。詳しくは公式サイトをご確認ください。はい、続いて電撃チーズマガジンと電撃電撃ジーズマガジンと電撃ジーズコミックからのお知らせです。今週の木曜日8月27日にシャーロットのテレビアニメ公式ストーリーコミック第1巻が発売します。今ちょっとね絵も出るみたいよ。出るの？出ちゃうの？パパフーいいですね。ほらまた可愛い可愛いなともり。お尻の入り口足からお尻になりかけるところを入り口って言うんだよ、みんな。わかる？そうですよ。みんながイメージしてるのはゴールです。ゴールですからね。そうじゃない。イグジットです。イグジット。出口ですからね。そう。出口って言うともっと生々しいけど。入り口でもある。もうやめよう。はい。
さらに今週の土曜日8月29日にはシャーロットの書き下ろし表紙が目印の電撃ジーズマガジン10月号、電撃ジーズコミック10月号が発売されます。電撃ジーズマガジンには戸森直、電撃ジーズコミックには西森ゆさの水着バージョンのラバーストラップが付録についてきますよ。あ、これ今出てるね。かわいい。これ戸森の水着の股と足の三角形がすごい好きです。夏の大三角。きた、そこ。あそこのラインめっちゃ好きっす。いいね。キュンってきますね。ぜひ手に入れてください。最後にシャーロットのブルーレイ&DVD のお知らせです。第1巻が9月23日に発売決定。前田純さんの書き下ろしのドラマ CD やキャラクターコメンタリーなど豪華特典盛りだくさん。2巻以降も続々と発売していきますので、商品の詳しい情報は公式サイトをチェックしてください。以上、生徒会からのお知らせでした。瞬間解決高城丈次郎。第13のイタコのお悩み相談のやつです。ざっくりしすぎだろ。では早速やっていきましょう。ペンネーム10代目もじゃげ団団長さん、ありがとうございます。ありがとう。さくらさん、水島さん、こんばんは。こんばんは。僕は男性からも女性からも女心が分かってないよねと言われます。そんなこと言っても僕は男なので女心など分かりません。大忙しかぶったと。そこで両方の心が分かるお姉会のトップスターを連れてきてください。そしてぜひ男の僕でも分かるように女心についてご教授願います。なるほどね。ふっこうさんがねふっこうさんがね、ピーさんがね来るって。そうなの。ぬすぎさんがねではちょっとまずこの人物がいる場所を熊上に教えてもらおうと思います。なるほど、場所はここですか。では行ってまいります。お待たせいたしました。この方です。あなたは誰ですか？ピーコーよ。ちょっともう一回。ピーコーよ。どんだけのピーコーよ。待って、ピーコさんだとどんだけの方じゃな、ちょっと待って。もしかしてピーコのピーって不正字のピーですか？違うわよ、ピーコーよ。私がピーコーよ。オンリーワンよ。ピーコさん。そうよ。いらっしゃいませ。はい。相方さんは今日はどちらに？相方って何よ。あれ？だからピーコはオンリーだって言ってるでしょ。そうなんですね。もしかして歌舞伎町にお勤めの方とかですか？そう、深い言及は避けてちゃう。そう、2丁目とかその辺かもしれないわね。なるほど。そうね。普段は何をされてる方なんですか？普段は？はい。普段はまあなんていうのかな、こういろいろお店でねグラスを拭いて悩み相談を受けるんだよ。なるほど、バーとかの。そうよ、ママさんみたいな。そうよ。普通にバーのママって言えばいいのに。いやピーコーよ。女心をね教えてほしいっていう方がいらっしゃるんですけれども。そうね、最近はね、やっぱりね、女心わからない男なんて女の敵よね、やっぱりね。そうなんですかね、やっぱり。そういうやつはこっちにいらっしゃい。どういうことですか？こっちにいらっしゃい。つまり10代目もじゃげ団団長さんという方は女心が分かんないっていうことらしいんですけど、この方はもうピーコさんのもとにこっちで修行するの。女心のもじゃこになると。そうこっちの世界に来るとね、女の人もねすごくねオープンハードで私たちに話してくるのよ。本当ですか？そうだから本音が聞けるよ。私、割とこう女っぽくないみたいな扱いをされるんですよ。あら、そうなの？そう割とこう慣れ親しんだ人にはもう、お前は本当にお前だなっていう分かってないわね。本当ですか？表面上しかあなたのこと分かってない。それなあなたがどんなに男っぽく振る舞ってもあなたの心の中にあるのは乙女よ。ちょっと私ピーコズバー行くわ。いらっしゃい。やっぱり今日話足りないわ、きっとこの時間じゃ。本当ですか？ちょっとじゃあ私と一緒にもじゃげ団団長さんは
ピーコさんのそうよ、ピーコさんのピーコよ、ピーコよ。そこ間違っちゃいけないです。ダメ、そこ間違っちゃう。なるほど。他の誰かになっちゃうからね。じゃあもじゃげ団団長さんと私をピーコさんのお店に連れてってください。いらっしゃい。ありがとうございました。いやあれ、大腸さん戻りました。おかえりなさい。はい。いや、すごかったですよ。そうなんですか。はい、私もゲイバーに連れてってもらうことになりました。そうなんだ。いいことかもしれないよ。本当ですか？ちゃんと相談乗ってくれると思う。確かに興味はあるんですよ。はい。よかったです。いやー、ということで今日もね、ためになりましたね。もうね、疲れ果てたわ。もうなんで疲れてるんですか？慌てたわじゃないよ。あれ、もしかして大中さんもそっちの、いや、なんていうか、女心分かるためにはそこから入るっていうのはちょっとね。大光さんですか？ということで、瞬間解決高城丈次郎のコーナーです。お送りしてきましたシャーロットラジオともりなおの生徒会活動日誌。今夜の活動もおしまいのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。投稿フォームがありますのでそちら使ってくださいね。またこの番組は毎週月曜の夜22時半からニコニコ生放送で配信していますが、翌日火曜には響きラジオステーションと温泉でもアーカイブ配信されますので、そちらもぜひチェックしてみてください。配信限定のおまけコーナーもあるんですよ。ということで今日が第8回目の放送だったんですけど、いかがでしたでしょうか？はい、ちょっとね、今思うと、安い芸だったなっていう。そんなことないですよ。大中さんのその芸で何万人の人が笑顔になったと思ってるんですか？そうなの？もうすぐね、来場者5万人ですよ。5万人にあれを聞かれてるの。逆に考えてください。5万人の人がそれでみんな WW を言ってるんです。超えた！ 5万人だった！すごい。東京ドームが埋まる数だよね、これね。本当ですね。すごいね。ってことはやっぱりピーコさんは5万人集められると。ピーコ講演会ね、東京ドームで。男も女も寄っといでっていう。いやいいですね、楽しそうですね。はい、ということでそれでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでの相手はシャーロットともり直役の桜井彩音と、そしてゲストの高城丈次郎役水島貴弘でした。おやすみなさーい。この曲はユサリンのおまじないシリーズ。聞くな。この番組はシャーロットプロジェクトの提供でお送りしました。シャーロットラジオともりなおの生徒会裏日誌。収録が終わってからの反省会であったり雑談の模様を皆様にそのままお届けしてしまおうというアーカイブ配信限定の裏日誌的なコーナーです。ということで、オープニング変わった。やっぱこれだとテンション上がりますね。さあ、大中さんいらっしゃいまし。こんばんは、高城丈次郎役の水島貴弘です。あれ、なんか残ってる。あれ、なんかスイッチが壊れた。大光が大丈夫ですか？大丈夫。ちょっとだいぶ来てます。いい声。戻った。帰りなさい。よかった。いや、今日もちょっとこの後もね、まだカムタンク控えてるみたいなんで、あんまり出撃させないように頑張りましょう。気をつけよう。はい。メール読みますか。読みましょう。片門さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あやねるゲストの方、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく。ゲストの方って分かってんじゃないの？大中さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとう。ここで突然ですが、提案があります。キャラクターたちの個性的なセリフもシャーロットの魅力だと思うのですが、ズバリ LINE のスタンプ化なんてどうでしょう。例えば、おかえりなさいなのですとか、引くななどのボイス付きや高城さんのガラス破壊音なんかもいいかもしれません。ボイスは高城ボイスじゃないの。ぜひ偉いスタッフの皆さんご検討よろしくお願いします。これ割と現実的じゃないですか？ね、今流行ってるしね。アニプレックスタイトル続々出てるでしょ今。これでシャーロット入んなかったらシャーロットはそんなに注目されてないみたいになっちゃうよね。
それはどうかと思いますけどね。そうですよね、これちゃんとやんないと。そうですよ。絶賛放送中ですから。結構ね、いろんなパターンありますよ。そうですよ。名言残してますよ。どんなの欲しいって。どんなの？やっぱ高城のガラス破壊音は欲しいですね。ちょっと待って、なんでスタジオからアニプレックスがいなくなったぞ。逃げたのか？逃げた。おい、戻ってこい。大丈夫、これアーカイブ配信だからいくらでも聞けるよ。戻ってきた。家に帰ってから聞いてね。僕はガシャーン欲しいですね。ガシャーンも欲しいし、やっぱりおまじないシリーズが何個か欲しい。欲しいですね、確かに。いいよね。いいですよね。センスねえなっていう。いいですね。とかさ、いろいろあるじゃん。とか割とね、意外とね、優がないんですよ。そうか。なんだろう。なんだろうね。すぐに忘れちゃいそうな名前だなってやつ。あれは好き。あと野菜食べろよとかかな。そうね。だからレアキャラで細山田とか言ってもいいわけだよね。もうなんか、待って、細山田さん。細山田さんがやられた。確かに、それいい。これあれスタンプの種類としてはだいぶ埋まるよね。どこで使うんですか、細山田さんがやられたわ。使える、これあれば使える。対細山田さん用にしか使えないでしょ。いや、意外とね、こういうスタンプってなんか仲いいとこだとね、こうジョークで使えるよね。そうですね。あとスカイハイ関連ですよ。あるじゃん、ダサい名前とか。そうだ、ダサい名前、そういうやつですよ。いいね。あとなんだろうな、優がね、意外と主人公なのに、そう、優がなくて。そっか。あと熊神はいいよね。能力はなんとかっていう。何にします？能力は、能力はだけにして後で送れるようにするとか、文字だけで。いい、それいいですね。今それ言おうと思った。なんで取ってつけたんですか、急に。いや、いいかな。手柄横取ろうとしたんですか。次、僕はお牛座。お牛座？噛んだんじゃないよ。読めなかったの？僕はお牛座さんからです。はい。アチェースアチェースですよ。アチェースアチェース。アチェース？これなんだろう。何の挨拶だろう。なんだろう、杉田さんだ。杉田さんに両屋ね。竜やね。アチェース。アチェース。あやねるさん、大地さん、こんばんはでーす。これサラさんかな。サラさんでーす。8話面白かった。とにかくサラさんがかっこ面白かったです。キリッとした瞳やたまに英語が混ざっている口調がとてもかっこよかった。なんか慣れ慣れしいなこの人。また生徒会室でユウさんの PV を見ると、決まった時の高城のアクロバティックなあん馬やブリッジはとてもすごかったです。いいとこ着目した。いいですね。たまに出る高城の行動はいつも笑わせてもらってます。今後も楽しみにしてます。そうですよ。そうだ、なんかの動きに似てると思ったらあん馬。そう。あん馬あんまはこう惜しいやつだよ。あんまあんばね。そう。まあ高城だったらあれぐらいできますよ。あんだけ鍛えてるんですから。そうなんすね。そうですよ。気痩せしてるだけで。でも鍛えるのと運動神経いいのとはまた別ですから、もともと良かったんでしょうね、運動神経。そうだよね。もしかしたらものすげえ運動神経だったらどうする？瞬間移動。何の能力でもないじゃん。ただのウサイン・ボルトだったみたいな。世界最速だっただけみたいな。だったら思春期終わっても消えねえじゃんって話だよね。本当だ、やっぱボルトってすげえや。ボルトがすごい話になっちゃった今。ね、この間もね、世界陸上でね、金取ったからね。そうですよ。そうですタイムリー。シャーロットのために金を。そう。ゴールした時にシャーラーとかさ言ってないと思いますけどね。足が速い、もっと速くなりたい、能力発言みたいな。気持ちで生まれたとかね。能力ってそんな風に発言するもんなの？そうなのかな。でもね、もともとさ、ゆうくんもさ、他人を思ってみたっていうので能力が目覚めたみたいになってるからね。確かにあるのかもしれない。確かに。そう思うとトモリとかちょっと悲しいですよね。他人から見えなくなればいいのにみたいな。ぼっちになりたかったのかしら。まあでもそういう時はありますよね。わかるけどね。たまにね。いや、俺たちあんまりこう下のね、方に下向きになるとちょっと下を向き始めるとね、どんどんいっちゃうみたいなってなっちゃうんでね。音楽流れてきましたね。強制的に終わりになっちゃった。そうですよ。さあそろそろラニッシュも終了ですよ。そうですね。今度こそお別れです。僕本当にお別れじゃないですか、もしかして。わかりませんよ。また来るかもしれませんよ。来れる？まだ俺来れるのかな。まあ行けますって。頼むよ。知りませんけど。
私の権限じゃないんで。本当そうか、それそうだよ。はい、またいらっしゃってくれたら楽しいお話しましょう。またカムタンク引き連れてきますよ。やめてください。カムタンクお家に置いてきてください。カムタンク飼ってるんですか？いや、家にね。いや、まあ誰の心にもね、5両も大変ですね、お世話。そう、でもあなたの心にもカムタンクはいるよ。もう嫌な。チキチキドー。ということで、お相手はテレビアニメシャーロットともりの役の桜井音と、そしてゲストの高城丈次郎役水島貴弘でした。バイバーイ。